こんにちは、月島です。撮影機材を見直した結果、新しく購入した2台目のカメラはソニー α6100 です。今回の動画では7つの項目に分けて開封や購入理由、比較等をしてみたいと思います。それでは開封をしていきます。はい、内容物と購入したアクセサリーを見ていきます。カメラ本体、バッテリーパック、AC アダプター、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アイピースカップ、マイクロ USB ケーブル、取扱説明書と保証書。購入したアクセサリーです。純正バッテリーチャージャー、シューキャップ、ハンドストラップです。はい、それではカメラ本体を見ていきたいと思います。α6100 は α6000 シリーズにおいてエントリーモデルですが、静止画を撮るときは高速オートフォーカスやリアルタイム瞳オートフォーカス、リアルタイムトラッキングとオートフォーカス機能は上位機種と同じ機能が搭載されています。ボディ内手ブレ補正はありませんが、私は基本的に手持ち撮影をしませんので特に問題はないと思いました。センサーサイズは APS-C です。グリップ部分は α6600 と比べると小さいです。これはバッテリーのサイズが小さいからだと思います。α6100 は軽くてコンパクトなので外に持ち出すなら α6100 の方かもしれません。そしてフラッシュが搭載されています。ワンタッチで出すことができます。そして左側面にはマイクロ HDI 端子、マイクロ USB 端子、外部マイク端子があります。そして背面、チルト液晶搭載で自撮りにも対応しています。底面です。三脚穴とバッテリーとメモリーカードを入れる場所です。はい、それではパッケージを見ながらスペックの確認をしていきたいと思います。まず APS-C サイズ2420万画素、ISO 感度は100から32000、1秒間に11コマの連写が可能、425点位相差オートフォーカス、リアルタイム瞳オートフォーカス、リアルタイムトラッキング、サイレント撮影、タッチフォーカス。はい、カメラ初心者が α6100 を購入した理由です。動画撮影する際にカメラは2台必要になること、上位機種とほぼ同じオートフォーカス性能がある、動体予測とフォーカスロックのことです。180度チルト液晶とタッチパネル搭載、30分の録画制限がない。動画撮影してみると
開封シーンや物撮りシーン等でなんだかんだでカメラが2台は必要になります。今回撮影機材を一新するのに一番重要視したのがオートフォーカス機能です。ソニーのカメラが一番優れていると思いました。動画撮影が使用用途のメインなので液晶が自分の方に向くのはマストです。タッチパネルとタッチトラッキング機能を使いこなしたいです。30分の録画制限がないというのも大きいです。今まではビデオカメラの FDR-AX45 をサブカメラとして使用していましたが、録画時間の制限がなくなったことで、より細かく設定できるミラーレスカメラの方がいいかなと思い、今回買い替えた感じです。一眼カメラはレンズを交換できるのもいいと思いました。α6600 と α6100 がありますので、ボディを見比べてみたいと思います。こちらが α6100、こちらが α6600 です。正面から見た感じはそんなに変わりはありません。ただグリップ部分はだいぶ大きさに違いはあります。上から見るとより大きさの違いがわかります。ボタンのサイズも α6600 の方が大きいです。α6100 はここにカスタムボタンがあるのに対して α6600 はカスタムボタンがここに2つ並んでついています。そして α6100 はここのシューキャップがついていませんので別途購入が必要になります。で、背面部分、ファインダーの部分は同じです。ここにフラッシュを出すボタンがあります。α6600 の方はメニューボタンになっています。そして6600はここにカスタムボタンがあります。その他ファンクションボタン α6100、α6600 ともほぼ同じです。そして素材の違いがあり重さが少し違っています。α6100 の方が少し軽くて α6600 の方が少し重たいです。はい、で私が気になる α6600 と α6100 の機能の違いです。アンチダスト機能、ピクチャープロファイル、動画における瞳オートフォーカス、質感。アンチダスト機能はセンサー部分のホコリやゴミをふるい落とす機能です。ピクチャープロファイルは撮影した動画の色味を調節できる機能です。使いこなせばシネマチックなかっこいい感じにできます。α6100 だとその機能はありません。α6600 と RX100 にはついているので、いずれ覚えたい機能です。α6100 は静止画だと瞳オートフォーカス等の機能が使えますが、動画撮影だと使えません。α6600 は動画撮影でもオートフォーカス機能は使えます。気になるほどではないのですが、両方並べてみると質感がちょっと違います。やはり α6600 の方が高級感があります。α6100 の方はプラスチック感があり、グリップ部分を持ってみると重さもだいぶ違う感じがします。はい、いかがだったでしょうか。サブのカメラにしてしまうのはもったいないカメラです。α6600 はカメラ初心者の自分にはスペックが高すぎるので、こちらの α6100 の方が可愛くて触る機会が多くなるかもしれません。静止画のちゃんとした撮影方法も覚えたいと思っています。またそれぞれのカメラ用にレンズを2本購入しましたが、性能の違うレンズを2本購入したので、撮影対象によってはこの α6100 がメイン機で撮影することもあると思います。次回は購入したレンズをレビューしていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。